アクアリウム初心者のおっさんが魚と暮らすためゼロから水槽の準備をしています。タイトルの通り水槽が増えることになりました。これはいつもお世話になっている東京ペット貿易オリジナル水槽グラスアクアです。メインの90センチ水槽と同じく前の左右が曲げガラスのやつですね。サイズの方は幅350、奥行き170、高さ220になってます。内容は説明書、ガラスの蓋を乗せるフランジで下に敷くスポンジマットがセットになってます。ちょっといきなり新しい水槽の紹介始めちゃったんで、なんで増やしたかっていうのを少し触れておきます。36番目の水草失敗集で少し触れましたが、メイン水槽とは別で育成できる環境が必要ってちょっと思っちゃったんですよね。で、これはブツブツが出たミクロソリウムの新芽とか、葉っぱを全部落として様子を見たい水草とか、あとは増えたけど捨てるのがちょっともったいない水草とかもそうですね。メイン水槽の中に置いてもいいんですが、育ってる水草よりやっぱ見栄えが良くないんで、隠すようなところに置くことになりますよね。で、なかなか隠せるところっていうのも少ないんで、そのやり方に限界が出てきちゃったんですよね。本当はもう一つ大きい目的があるんですが、別の動画でお話しすることになります。準備に戻って、新しい水槽なんでフィルターも新たに必要になります。これは水槽と一緒に買ってきたパワーフィルター PF240 外掛けフィルターですね。こちらも東京ペット貿易オリジナル商品です。中身は説明書、ストレーナー関係、これがフィルタースポンジです。白い方は中にカステタン入ってますね。で、当然外掛けフィルター使うの初めてなんで、何がいいとか全然わからないんですけど、これ見て一つだけわかるのは、モーターが水槽の外にあるっていうことです。これが水中に入ってた方が静かっていう話があったんですけど、このフィルターに関しては実際に音を聞いても全然うるさくなかったし、見た目にもこれは好みなんですけど、中途半端に色が塗ってたりとか、なんかかっこよくしようみたいな感じになってないんで、これにしました。こんな感じで露材を入れるスペースも結構あるように見えます。初めての外掛けフィルターなんで、とにかく一回動作テストをしてみることにしました。前からレビューとか見ててよくわかんなかったこのパーツなんですが、こうやって水槽に引っ掛けた時にグラグラするのを抑えるパーツでした。これ水槽によってフレームがあったりするんで、こういう風な幅が取ってあるんですかね。とにかくこれで位置調整をしてグラグラしなくなりました。で、ストレーナーをつけて、この水槽のサイズなら延長パイプはいらないですね。そして普通に水道水を入れて、ちょっとこぼしましたが、で、呼び水を入れろっていうことなんで、ここに注いで、で、スイッチを入れます。で、何も起こらないんですよね。この時、外掛けフィルターの仕組みがあんまりよくわかってなくて、このフィルターは水の入り口からモーターまで結構距離があるんですよね。これだと水を水面より上に引っ張り上げていくのに少し時間がかかるっていうことにね、この時気づいてません。よく見ると上がってきてるんですが、これにね、気がつかないで、あれって思って電源を切っちゃってます。で、説明書をまた読んだりしてますが、特に間違ってるところもないんで、もう一回やってみて、ここでね、初めて水がゆっくり上がってるのに気がつきます。そして無事水が出てくるようになりました。外掛けフィルター1個で何もたもたやってんだよって感じですけど、初めてなんで、こういうこともありますよね。このつまみで流量を変えられるんですが、最小にしても僕の想定よりちょっと水流が強いように感じます。見た感じの感覚なんですけどね。そしてもう一つ気になったのが、吸い上げた水がこのタンクの中を循環しないでそのまま外に流れてるように感じたんですね。ただこっちのタンクで滞留してるようにも見えるんで、このままでも設計上は大丈夫なんでしょうけど、水流をちょっと抑える意味も込めて少しフィルター内の経路を変更してみます。材料は30番目の照明シェードを作った時の端材、低発泡塩ビを使います。そしてこれとバスコーク N の黒を使います。防カビ剤が入ってないやつですね。
ちょっと細かい作業なんで、さらっと進めちゃいますが、いろいろ計測したり、切ったり貼ったりして、タンクの隔壁を作ったり、こんなパーツで水の経路を変更できるようにしてみました。で、これを本体に取り付けて、各所にコーキング使ってますが、その都度硬化を待ったりしてるんで、実際はこれ何日かかかってることをご了承ください。そしてこんな風に変更完了です。モーターから来た水が、こっちに行かないようにして、下から上がってくるようにしてみました。で、ちょっと隔壁が大きすぎたかもしれませんが、ここをカットすれば穴が広げられるようにしてあります。で、とりあえずこの状態でテストしてみました。で、画面の通り問題なく動いてくれてます。こっちのタンクで水を吸い上げて、水が上がってきて水槽に戻るっていう流れです。では、露材を詰められるようにしましょう。まず、こちらの猫よけシートで、経路に露材が詰まらないようにします。サイズがちょっと大きいんですが、とりあえず底上げできれば何でも OK だと思います。で、サイズ合わせて切って、仕込んで、まだ露材がこれだと落っこっちゃうんで、5番目の動画で使った鉢底ネットを入れます。これも切って突っ込むだけですね。こんな感じで経路を邪魔しないようになりました。で、露材を詰めるのは水を入れる前にしたいんで、先に水槽の準備を進めます。で、水槽の方にもさっきと同じ鉢底ネットを下に敷きます。90センチ水槽の時は地震対策とかいろいろ考えてやったんですけど、プロホースを使った時に結構低床をグリグリってやるんで、その時に砂利で傷つかないようにっていう、おまじない程度の準備ですね。で、余ってるアクアグラベルを敷きます。結局少し足りなくて、追加で購入してきて、洗ったものをさらに入れました。で、ちょっと傾斜をつけて、90センチ水槽で使わなかった流木を1個、適当に置いて、で、こちらも余ってる軽粒石を、なんとなくちょっといろいろ見ながら、いい感じのところに置いて、で、これも余ってたラプラタサンドを右の方に散らして、最後にちょっとアクアグラベル振りかけて、こんな感じでいいでしょう。そして照明も用意しなきゃいけません。アクアリウムライティング LX300 ってやつです。これもまた東京ペット貿易オリジナルです。で、これ別になんかお願いされてるとかじゃなくて、お店に行って、オリジナル商品がたくさん揃ってて、全部の商品が、ある程度の水準を超えてるだろうって思ってるんで僕は、まとめてバッて買っちゃった方が早いなっていう感じなんですよね。で、説明書が入ってて、スライドできる足があるんで取り付けて、で、スイッチが2つあって、白い光と赤青の光を別々にオンオフできます。とりあえずこれで行ってみます。では、露材の準備です。今回90センチ水槽で使ってる A ハイム2215からバイコムバフィーをもらってきて、バクテリア増殖を助けてみたいと思います。なので A ハイム2215を開けてますが、早速またエビ出てきましたね。で、フィルター開けたりする話は33番目の動画で詳しくやってるんで、よかったらご覧ください。そしてフィルターの中からバイコムバフィーをいくつか取り出して、飼育水に入れておきます。で、このタイミングでブラックホールを少し薄いものに変えたんで、フィルターにかなりスペースが空きました。せっかくなんで余ってるサブストラットプロを入れておきました。で、ウールマットも新品に変えて全部戻しておきます。そして今回使う露材はこちらのバイオロカーリッチです。これちょっと名前どうなんですかね。なんか通販番組で出てきそうな商品名ですよね。で、これにしたのは粒自体がすごい小さい露材が欲しかったんでこちらにしました。正直露材の良し悪しなんて今の僕には全然わかんないんで、希望に沿っててショップの店員さんがおすすめしてくれるんなら普通にそれ選んじゃってます。いろいろ使ってみたいっていうのもありますね。こちらは地元のモアアクアガーデンで購入しました。で、これを外掛けフィルターに詰めていきます。途中にバイコムバフィーを挟んで、さらに上から露材を入れます。で、こっちの水が出てくる第1層目のタンクにもネットで包んだりして露材を入れてみました。正直これ露材詰めすぎだと思ってます。で、こんなに入れなくても十分機能するのかもしれませんが、とりあえずマックス入れてみて流量とか汚れの感じを見ながら調整してみようと思います。では水槽を設置していきましょう。
場所は90センチ水槽の下になります。ちょっと物置感があって、かわいそうなんですけど、この辺はちょっとやりたいことがあるんで、とりあえず今は我慢します。最終的には布の下に滑り止めシートを敷いてあります。バックスクリーンを貼ってないんで、後ろがちょっとうるさいですね。なんで余った低発泡塩ビを置いて、ごまかしておきました。ちょっとこれ今、おしゃれとは程遠いですね。まあ、とりあえずなんで。では、注水です。90センチ水槽にたっぷり飼育水があるんで、これを使っていきましょう。プロホースを使って、下段の水槽に直接ぶっ込んでいきます。そんなに勢いも強くないんで、いい感じで水が溜まってますね。で、ここで低床の汚れを吸い出して、それを新しい水槽に入れてみます。この中にいる微生物も大事な役割があるっていう風に僕は思ってるんで、水とバフィーのバクテリアだけじゃなく、バクテリアの餌的なところとしてもあった方がいいのかなっていう感じです。ちょっと最後に少し OB しましたが、無事注水完了です。そしてライトをつけて、フィルターをセットして、呼び水入れた後に電源を入れます。ちゃんと動きました。さすがにこれだけじゃちょっと寂しいんで、90センチ水槽からアヌビアス7を一株移動させて、で、もう一株は新しく買ってきて入れておきます。なんかこっちの水槽に入れるとアヌビアス7がすごいでかく感じますね。で、あとはミクロソリウムの新芽だけを集めたやつがいくつかあるんで、それもこっちに移動しました。で、テトライニシャルスティックも入れておきます。だけどこれはもう見ての通り注水前に入れておけばよかったですね。まだ経験が少ないんで、起点が全然効かないのはもう仕方ないですね。適当にズブズブ刺しておきます。とりあえずこれで準備完了です。水は濁ってますが、まあ最初こんなもんでしょう。で、アヌビアス7の角度にちょっと違和感がありますが、機材購入とか、ここまでの作業、で、あと撮影も含めて、全部朝からぶっ通しでやったんで、ちょっと疲れちゃって、もう見栄えは明日でいいやっていう感じで、この日はもう寝ました。で、そこから様子を見続けて、20日後の映像がこちらです。で、フィルターが変わってるのについては、後日必ずお話しします。アヌビアス7の配置も、綺麗に直してあります。で、固形も生えてきたりしてるし、ミクロソリウムの方も特に問題は起きてません。ちょっと画面には映ってないんですけど、10日目ぐらいにミナミヌマエビを5匹入れてあります。まあちょっとエビのために蒸したウィローモスを少し押し込んでおきます。見ての通り水の透明度も大丈夫で、水質は石がメイン水槽より少ない分 pH7、GH4 で安定してます。とりあえずこれで避難用水槽の完成とします。で、ただ水草とかの避難がこれで全て事足りると思ってるわけじゃなくて、この水槽を準備したこと自体が当初の予定とは違った方向になってきちゃってて、だけどこの水槽がないと先に進めないんですよね。ちょっと曖昧な言い方ばっかりですけど、そんなこんなももうすぐ全てわかりますんで、どうなっていくのか楽しみに待っていただけたらと思います。では今回使った金額です。グラスアクア LR3517 水槽ですね。2728円。パワーフィルター PF240 外掛けフィルターですね。1738円。強輪ブラックホール5パックセット891円。アクアリウムライト LX300 5478円。ここまで全部東京ペット貿易で購入です。アクアグラベル 8kg 1188円。バイオロカリッチ S1 リットル1738円。アヌビアス7、768円。この3つがモアアクアガーデンで購入です。バスコーク N の黒547円。猫よけシート637円。ここまで合計で20万2162円使いました。次回はこの避難水槽が早速活躍するプレミアムモスについてです。僕の初水槽物語もそろそろ終盤になってます。もう少しだけお付き合いくださいね。それではまた。